ねえ、知ってる？ちょこっとだけ世界の見え方が変わるかもしれない話。今回は実在した最強の呪術師縁の行者。一緒に覗いてみよっか。神を縛った人間がいたと言われています。縁の行者、またの名を縁のおつぬ。日本の歴史に実在した最強の呪術師です。彼はカモシという特別な血を引いていました。天皇家を導いたヤタガラスの流れを持つ一族。17歳で山に入り、滝に打たれ木の実を食べ、日々自然と対話し、己を鍛え続ける過酷な修行を続けました。彼のそばには前期と後期という鬼の夫婦がいました。もともとは人を苦しめる存在だったといいます。しかし彼は力ではなく人を思いやる情で従わせ、弟子にまでしたと言われています。過酷な修行の果てに、彼は呪術と忍術の開祖とまで言われる存在になりました。その修行法は後の伊賀や甲賀の忍へと受け継がれていきます。葛城山と大峰山の間には、彼が投げたとされる巨石が今も残されています。彼は言葉ではなく、修行の山そのものを経典として残しました。実際に大峰山のふもと龍泉寺でごまたきを受けたその時、五章さんから前期と後期の話を聞きました。彼らは縁の行者の弟子で、そして吉野に住む人々はその子孫だと。冗談じゃなくて真顔でそう話してくれたんです。彼は神に命じたと言われています。山と山をつなぐ橋を作れと。その強大な力で神をも縛り付けた。海の上を歩き、夜の富士山を飛び越えたとも言われています。まるでこの世界のルールを無視するように。奈良県吉野郡の大峰山。
この山は古くから女人禁制の聖域とされています。修験道の厳しい修行の場として女性を守る意図もあっと言われています。そして母を思い結界を張ったという伝承も残っています。今もなおその結界は守られています。彼が修行を続けたその山の頂、大峰山寺は一生に一度だけあらゆる願いが叶うとも言われる日本最強の九重守りが授けられる場所です。実はそれは広げると約 3.5 メートルの巻物、神仏や曼荼羅が描かれていると伝えられています。実際にその場所を訪れた人の話では、標高1719メートル、山頂まで8時間、命がけで登った先で、一度しか使えないなら世界を救うために使う、そう言い切った人がいたそうです。神さえも恐れた一人の人間。でも彼が求めたのは力による支配ではなく、自然と人の心の調和だったのかもしれません。彼はその強大な力で日本を守る結界を張り巡らせたとも言われています。そしてその偉業は今もなお信仰の対象として残り続けています。あなたはこの世界に何を残しますか？次回、縄文の記憶。あなたは知っていますか？最後まで一緒に見てくれてありがとう。まだまだ話していないことがたくさんあるんです。ロマンを集めてここで静かに待っています。こんな物語がお好きならチャンネルを登録しておいてくださいね。また会いに来てくれたら嬉しいな。